簡単なように見えるんですよね。奥は深いですからね。はい、お出しします。お願いします。はい。はい、今上がってます。3です。4回戦。はい。はい、定食です。はい。これ OK です。どうですか？逃げられた。ああ、喜んで。はい。はい。結構細麺ですね。ああ、そうですね。これ原田製麺。原田製麺。あ、マッチョさんとこでそうですね。ああ。これがホルモンなんですいや、これは和牛です。ね。はい。これ1200円でいいですか？これだけで1200円取れますよね。取れます。取れますよね。はい。ここに入る。
ごめんね。上に目玉焼きが乗るのもトッキーさんの特徴。そうですね、はい。麺がパリパリで卵が乗ってみたいな、でボリュームが多分普通のところより多いんで、多いですね。が売りっちゃ売りですかね。こんだけ。おかしい。ありがとうございます。はい、はい、どうぞ。昼でまた取り残したとこ取っていく。興奮するなお前。嬉しいじゃないですか。全国全国レベル。部活もやってないんで。全国できるとこ100ぐらいです。大学で世界横断になる。世界に大学で出てくる。無理する。はいよー。あ、いいよ、早く。ありがとうございます。あ、今開けとるけど。3枚でいいですか。3枚で。喜んで。はい。こっち上の方がいいね。こっちくっつけ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。オッケー。ありがとうございます。来ました。へい。両方ラードだとちょっと重たい感じなんですけど。6個に対してだから6枚でこのぐらいのキャベツ使うんです。そうですね。はい。すごいですね。まあうちちょっと炒めるけど、その最初に傘がやっぱり減るけ、はい、普通のとか生のキャベツこう乗ってますよね。はい、ああいうのね、一回炒めるけ軽く。だけどあれなんですよ、2人とも広島の五右衛門っていうところでがあるんですけど、どのあたりですか。いやいやもう結構何店舗もあるみたいなんですけど、そこで修行したんで、市内で市内もしたし、まあそれで呉でできる時に僕が店長で来たんですけど、広島から。はい。でそこでのあ、そうです。そこできっかけ。彼が入ってきて、はい。でもたまたまって。まあたまたまです。なんか呼び寄せではない。で最初は家業もあったんで、魚料理屋しとったんで、親父がメインで、そういう経験は。で週2ぐらいで来よったんですけど、バイトで。そこから。お父さん亡くなってこっちでみたいな。
ね。はい。じゃあ最近ですよ、じゃあほんま1月ぐらいから。あ、そうなの。そうです、もういつもおるけどちょっと鬱陶しいんですけど。いやいや、トッキーさんはお店始まってどのくらいなんですか。12年目。12年目。はい。業界入ったら長いですけどね。ああ、そうかそうか。はい。最初のお好み焼き。お好み焼き歴としては長いです。長いです。長いっつってもまあそんなに。22年。はい。あ、すごい。これ白い粉みたいなの。これガーリック。ガーリックです。はい。これは水です。これ水です。カツオの魚粉かなんかカツオがかかって全部。これはイワシとサバ。イワシとサバの仕上げにかける方がカツオ。カツ。これ味が違うんですよね、魚で。風味が。こっちはなんかうまみが強いんですよ、サバとイワシはね。なんかカツオはなんかちょっと上品な。なるほど。はい。生麺の方はだけ保存料とか入ってない、なんか日持ちしないそばなんですけど。給料取りに来ただけなんですね。いや、一人は朝のバイトであ、す。そういうことです。幼い友達なんで。あ、いいですね。卵2個使うんですか。はい。うちが基本、まあ、上に目玉焼き乗ってるんですけど、で、これを目玉焼きにやるとちょっと手間かかるんで、そうかそうか。で、やっぱり火、完全に入っとかんと怖いじゃないですか、はい夏場とか特に。テイクアウトはね。はい。なんで、この卵バブルの形で、普段店で卵ダブルにすると上の目玉焼きが2つになるんですけど、あ、2つになるんですね。はい。その卵2個っていうのは前のは職場でもそうだったんですか。それともい。いやいや、僕がやりだしたんですね。入れたい。まあそうですね、卵が多い方が美味しいかあら。違いが出しやすいっちゃ出しやすいですね。そばと卵。単純な料理ですからね。そうですよね。シンプルですもんね。やっぱそばと卵が一番違い出しやすいから。であんまり押さえつけないふわっとした感じで焼いてるんですけど、ブワーって押さえつけるとこもあるじゃないですか。ありますね。あれはあれであるんですけど、焼き方として昔ながらの昔ながらの、はい、おもしみたいなのでやりあ、そうますよね。ですそうです。あれはあれなんですけど、うちはどっちかやもう自然のままにふんわり揚げるっていうか、で卵2個でもっとふんわりさせるっていうか、はい、ふんわりしますよね。はい。クッキーさんとかも駅前だから観光客の方が多いのかなって思ったんですけど。ああ、その日によるんですよね。日によりますか。観光客がいっぱい来る日もあるし、はい。まあ地元の人が来る日もあるし、まあ、自衛隊の基地がそこなんで、まあ、自衛隊さんばっかりの日もあるし、あ、そういうことなんですね。保安大学もあるんですよ。で保安庁の人が多くて、で保安庁の人ばっかりの時もあるんですよ。へえ。そうです。病院も多いんで、病院の人とかじゃあいろんな。いろんなとこから。
その日によりますよね。で自衛隊の船が入った日はもう自衛隊の人ばっかり食べたいですもんね。ありがたいですよね。ありがたいですよね。この通りって新しくできた。いやいや全然全然もう古い戦後間もない時からはい一応今ゼロ番地商店街って言ってはい。新しいのかなと思っ売て。り出してます。あ名前新しくしてて名前が新しいんです。商店街おこしみたいな。テイクアウト用は黒麺っていうんですかね。まあテイクアウト系はまあ大体このそば使ってます。固まる系。どうしても冷えたら固まるんですよね、生麺が。レンジで温めてもらって食べるか、まあ一応新聞紙に包んでるんで、これははい。保温はちょっとできるみたいな。ちょっと新聞紙入れると多少2、3時間あったかいんですよ。水分も吸収するし、そうです。なんか発熱効果じゃないけど、まあ昔ようやってましたね。おでんとか新聞包んでなかった。そう包んでましたね。戦後間もないお好み焼きとか全部直に新聞紙入れて。直で。そうそう直で。匂いでなんかこう懐かしんでくるんですよね。置いとったら。これはカツオ節。これカツオの子です。ちょっとこっちの方が高いんですよ。高いですね。すみません、そんなことさ。いただきます。ありがとうございます。逆にいろんな仕込みをしなきゃいけないから大変だったりするのかなっていう。いやいや、まあ仕込むっつっても切るだけですからね、基本。まあこれもつけるだけです。まあいつも使ってる材料をアレンジして丼にするみたいな。まあ丼は基本まあ焼いて簡単にできるようなものばっかりなんで。若い人が多いんですか？年齢上の人が多いんですか？いやもうそれもねバラバラなんですよ。もう幅広い境地。呉の観光だったら、そういうシニアの人も好きだ。そうですね。大和ミュージアムとか。はいはい90歳まで行きます。行きます。上は。下はもう0歳から。0歳から。幅広いですね、ほんまに。スタッフさんが結構こう楽しく食べてる
動画と、ちょっと他のお店も紹介してる動画も多いと思うんですけど、あれはなんかこう始めたきっかけみたいのあるんですか？ああ、そうですね。やっぱコロナ禍でもうなんかあれですね、お客さん来んし、なんかやろうみたいな。なんかやろうそっからです。時間が有り余ってましたね。ああ、一日一人とかね。あ、もうそんなね、日もあるけ。来ちゃいけない。でもスタッフはおるわけでしょ。大変ですよね。お好み焼き屋さんが、お好み焼き屋さんのお店を紹介してるじゃないですか。だから、まあ、近所のお店とかもやってたりしますけど、あっちからすると、同業者が。そう、なんか紹介。ライバルをなんで紹介するんだみたいな。そう。いやいや、もうクレをこう盛り上げる。クレっていうか、まあ、それは偉そうですけど、偉そうですけど。いやいや、そうです。もうみんな良くなったらいいなと、盛り上がってほしい。クレの美味しいお店いっぱい紹介されてますもんね。そうなんですよ。で、ショート動画とかも結構、エンタメ寄りの面白いのやってますよね。そうなんですね。真面目すぎるとちょっとあれかな。じゃああれかな。そうですね。まあ、やるとこもいいし、やめるとこもいいけ。だけどそのまま店ごと買ったりするのよ。買わんでも家賃だけ払ってそのまま入れたりするよ。広島やめるとこ多いけね。やめるとこも多いですか？はい、多いです。やるとこもいいし、やめるとこもいい。ありがとうございます。研修だけ受けてやる人も結構おるけ。まあお好み焼きみんな焼けるんで。なるほど。やりやすい。商売でやるとやっぱまあ違うけ。潰れやすい状況もある。まあ家で焼くのと店で焼くの違う。結構苦労してやめる人とかおりますね。結構重労働ですよね。そうです。力も使うし。僕らも10年ぐらい修行してるけど、これが当たり前みたいな。だから毎日のことだし、暑いし。そうです。だけどまあ全くの素人さんがやったらやっぱきついですよね。でも家では美味しく焼ける。そうですね。1枚2枚はね、安定して同じ味をずっと出す。そうなんですよ。それがまた難しいって。簡単なように見えるんですよね。奥は深いですからね。簡単なだけにやっぱり味がこう変わりやすいというか。東京でいうとなんか脱サラしてカフェやりたいみたいな、そういう感じですか？そういう感じ。お好み焼き屋やる人多いです。お好み焼きやったらできそうだみたいな。できそうだみたいな人多いです。僕もお好み焼き屋修行に入るって言ったら親に怒られましたもんね。やっぱお好み焼き屋で飯食えるんかみたいな。そういうことです。僕らの時はもっと昔だったけど20年前ぐらいで言ったら、はぁみたいな。ちゃんと仕事しよう。仕事しよう。ずっとじゃけ30までフリーターって言われてますからね。やってんのに。認めてもらってなかったです。やっぱそういうイメージがあんまりなくて、昔はほんまにおばあちゃんがやるものみたいなイメージが強かったんで、仕事としてあんまり男の人がやる一本立ちしてやる仕事ってあんまり思われてなかったんですよ。ここら辺は特にね。まあでも市内の市内はもちろん市内はもういっぱい有名店があります。その頃こっちら辺有名店全然入ってなかったけど、もうほんまにおばあちゃんがやる。結構じゃあ開いた時は大変でしたか？いや始めた時は。いやいや、まあ店やる時はもう修行もしっかりしとった。そうかもう見込みもあってみたいな。ただ修行に入る時は反対されましたね。そういうことです。最初そば行く。伝えづらいこととか言わない。これも。こちら。はい、トッキーオリジナル。申し訳ないです。
焼きそばも細麺なんだ。あ、一緒ですね、焼きそばは。ちょっと焼いた方が美味しい。でも最近剥げ始めた。まだ大丈夫。卵が多くて細麺で。やっぱり生麺なんで全然違いますよ。あ、違いますか。お好み焼きさんの焼きそば。卵がまあ売りっちゃ売りですよね。入るぜ、入るの、入るぜ。ラメさんも。どこ行きます。取ります。こう麦茶を出してるんですか？お茶を出し。ウーロン茶。ウーロン茶。一杯だけ。無料で？無料で一杯だけ。そうですね。ハイボールのグラス。ハイボールのグラス。でみんなお客さんがお酒が来た。頼んでないよみたいなね。とりあえずご飯ください。2人前。すりごまと海苔で上がりです。はい、何名さんですか。1名さん。はい、焼き飯4丁上がります。20分。つもりつもりです。大盛りが1個こっちです。はい。
これは。うどん？今の方？20分で。で、もやポンでもやしポン酢。はい。はい。これ入れとってください。このトッキーのいいところってなんかこうこれ映らんわけ教えてもらって。スタッフ同士の仲がいいとか。筋トレが裏でできます。スタッフさんは裏でやってるんですけど。ジムがありましたもんね。プチジム。ボタンは。ありがとうございます。はい、よいしょ。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。すみません、お気をつけて。はい、配ります。配りました。お待たせしました。お願いします。はい。鳥さんのお一つを見た方がいいんです。